What do you think as someone that came from Japan? うん。What helped you develop your English level? いや、なんやろな。でもさっきその和也が言ってたように、なんか、俺、日本から来て、なんかやっぱりカナダって英語の国やから、みんな英語喋れて普通と思ってた。でもなんかこれ違うくて、喋れへん人もいっぱいおるんよ。だから、最初の方は、なんか俺だけが喋れへんと思ってた。けど、なんか、あれ喋れへん人いっぱいおるやん。でも最初、英語喋れへんかったら気づかへんのよ。で、なんか喋れるようになってきてから、あれなんかこいつは喋れてないよみたいな。それで分かり出して、で、それでなんか、ちょっとなんか、そのシャイさがなくなったというか、あれもうなんか別に変な英語でもいいやんみたいな。もうなんかみんなも変な英語やし、なんかそれでも伝わるし、それでも会話できるし、みたいな。もうなんか、日本にずっとおって、で、英語っていうのがなんか、すごい、なんやろ、もう英語、日本語ってさ、なんか、そんなブロークンな日本語ないやん。That's true. 日本語喋る人はもうめっちゃ日本でもあんまり日本で会わへんやん。だからもうそれが、なんか言語、英語も同じで、もうその完璧に喋れるか無理かみたいな感じと思ってたけど、なんかこっち来てからなんか、最初の方は、なんか、あれこの人全然聞き取ってくれへんな、みたいな。思ってたけど、あれこの人英語喋れへんや、みたいな。途中で分かって、なんか、俺の英語が悪いんじゃなくて、あれあっちも分かってなくねみたいな。って思い出して、なんか、なんやろ。それですごい、なんか、あれ大丈夫ちゃうみたいな、俺も。もう喋っちゃおうみたいな。でもそっからもうどんどん喋るようになって、で、やっぱ喋るってのがやっぱり一番でかかったかな。やっぱりなんか、結構、俺も留学生とか見てきて、で、結構なんかずっと勉強してる子とかも多いよ。まあそれも大事と思う。めっちゃ大事と思うけど、なんか、日本でもできるやん。もうずっと英語勉強するみたいな。なんかそれちょっともったいいなって思ってて。だから俺がずっとしてたんは、もともと俺勉強嫌いやからやけど、なんか誘われたらもうすぐ行くみたいな。友達に誘われたらもう大体のやつ行っちゃうみたいな。絶対喋らないと遊べへん。その遊びに行って喋らんとかないやん。That's true. そう、だから、ただただもう誘われたやつ全部遊びに行って、で、あとはやっぱスポーツがでかかったかな。ずっとサッカーやってたから、なんか、サッカー、もう練習してみんなでチームとして一緒にやってたら、なんか、そのチームとしておることも多いんよ。学校とかでも高校とかでも。で、そのチームの子らと一緒におって、で、まあ最初は喋れへんから、ただただ輪に入って、なんかみんな笑い出したら俺も笑っとこうみたいな。笑い出したら俺もわははみたいな感じでやってて、でもなんかそれずっとやってたら、やっぱ最初耳が慣れてくる。で、なんか、あれ聞き取れるぞって。でもなんか、結構もともとおしゃべりやからさ、日本語でも。喋りたなるんよ。でもなんか喋れへんみたいな。なんか、突っ込みたいのに突っ込まれへんみたいなんが、なんか俺の中で結構しんどくて、なんか喋りたいのに喋れへんってのがずっと続いてて、で、そこで、なんか、なんやろ、みんなのフレーズをなんか真似しだして、なんか日本語でこう言うんやじゃなくて、なんか、この英語の人が使ってるフレーズを、もう全部真似して言っちゃうみたいな。その状況、あ、この状況来た。あ、この状況の時にあいつなんかこんなこと言ってたな。で、言っちゃうみたいな。もうそれが、たとえ自分の感情じゃなくても言っちゃうみたいな、一回。で、それでなんか使えてる感出すみたいな。で、そこで、あ、こういう時に使うんか。でも、なんかこの状況の時こいつは違う言い方してたな。じゃあこれも使ってみようみたいな。とりあえずなんか技みたいな感じで使ってた全部。そう、それで、なんかどんどんボキャブラリーが増えて、でなんか、あ、この時俺はこう思ってるからもうこう言おうみたいな。で、どんどんなんか、結構ずっと真似してた。That's good. そう。でも、これおもろいんが俺高校の時から来てるやん。で、高校生のさ、英語ってさ、ちょっと汚いっていうかさ、It's not proper, not proper English. そう、全然なんか、ちょっと失礼やん。その、友達とか同士やったらいいけどさ、なんか、店員とか。でも俺それがもう全部吸収して全部真似してたから、もう俺高3の時とか、もう超高校生の英語みたいな。こっちの。まあそれは良かったかもしらんねんけど、なんか俺友達となんか遊んでる時に、なんか、その、飯買いに行って、で、店員さんと普通に俺の中では普通な感じでめっちゃ英語で喋ってて、そしたら友達に、その言い方やめや、みたいな言われて、なんでみたいな。そしたら、なんか、それはなんか、日本語で言うのはすごいめっちゃタメ口で、なんかすごい汚い言葉みたいな。で、その時になんか、あ、そうなんや、みたいな。そう、だから俺最初の
高校3年間 Yeah. もう超高校生の英語やった。それいいんか悪いんか分からんけど、Yeah. でもそれで俺はめっちゃ成長したかな。Yeah, and I think the more you speak Mm. to people, Canadians are very nice. They're Yeah. very nice. So when someone is trying their best, even in bad English, they try their best to speak to you. They're very happy. Yeah. And they wanna help you, and they wanna speak to you more. But there are a lot of people I noticed, especially because there was a lot of Japanese international students at my high school, and at the college I went to, there's a lot of Japanese internationals, but a lot of them are very shy and they don't even want to try because they're scared to fail. But everybody is failing, so it doesn't matter because, like, you might be failing, but of course you're gonna be failing. You're trying to learn this new language, right? Imagine if a Canadian guy that doesn't speak Japanese is trying to learn Japanese. What would you suggest them? Is to just speak, right? Yeah. I get this a lot because I'm always trying to improve my Japanese. Yeah. And I would ask people, how do you get better at Japanese? They always say, just speak Japanese. That's it. And it's the same as English. Just gotta speak. And especially because Canadians are very kind. They're very kind. So when a Japanese person or any other person in a different country comes up and speaks to, like, even me, I feel very happy. And I want to talk to them more and more and more and help them learn English. And so I think because of that culture, it is very easy to learn English, especially when you're in the right environment and you just try. Yeah. Just gotta keep trying. Yeah. Yeah. もうなんかここに来れてるってだけでだいぶ幸せなこと。Yeah. やっぱ日本、でも最近どうなんやろ、日本とかも外国人多いから、もっとその、 That's true. チャンスは増えたと思うけど、 Yeah. やっぱこっちおったら、まあ自分が行こうと思えばほんまに全部英語の環境にもおれるし、 Yeah. でもなんか、なんやろな、やっぱ喋るってのがほんまに一番でかいと思うな。なんか喋らんとやっぱり分からんし、どんだけテキストで Yeah. やってても。やっぱなんかどの言語に対してもやけど、やっぱ喋るって大事やし、それプラスでやっぱカナダ人ほんまに慣れてるし優しいしみたいな、 Yeah. その英語喋れへん人と喋るのにすごい慣れてる。 Yeah. からやっぱりなんか、もうそれってなんかあんまりどこの国でもできるわけじゃない Yeah, と that's 思うし、 true. なんか結構なんか俺もヨーロッパとか Uh-huh. 行った時に、なんかやっぱ冷たいなって思っちゃったもん。なんかこっちでずっと過ごしてて、でヨーロッパにちょっと行って、でもなんか、やっぱそれいい人もいっぱいおるけど、やっぱりなんか、アジア人も少ないし、 Yeah. まあ結構英語喋れて普通みたいな感じのところも多かったから、 Yeah. やっぱりなんか、カナダとかオーストラリアとかもそうと思うけど、やっぱここほどやっぱりなんか受け入れてくれる人はやっぱ少ないと思う。 Yeah. なんかこの国は少ないと思う、 Uh-huh. そんな受け入れてくれる国。 Yeah, I think so too. And not only that, like because I've seen many different people from Japan coming to Canada and many different types of people, right? And recently, even there's this guy that I recently met. He came to Canada 2 weeks ago, no, maybe 3 weeks ago. But every time I speak to him in English, he always asks me, "Okay, well, how do I say this? Or did I just say this correctly? How can I improve on this?" And so he's always trying to learn and learn. And I only see him about once a week, but every week I see him, his English is getting better and better and better. And it's because he's always trying to learn and he's using his English. So he knows that I understand Japanese and I can speak, very minimal Japanese, but he always speaks to me in English and he always tries to speak in English and he always asks me, okay, how do I say this? And how do I say this? And then he actually uses it. So someone like him, he's going to learn very quickly because he's only been here for about 3 weeks now. But his English is very good. Yeah. And he says he's never really gone abroad before. But he can, of course, not perfect, but no one is perfect, like I said, right? Yeah. But it's getting a lot better and better. So I think that is definitely just speaking. Yeah. Yeah. いやでもなんか、やっぱこういう海外の地に来て、なんかカズヤみたいな日本語と英語喋れる人って、日本人からしたらめっちゃありがたいと思う。そう、俺もこれめっちゃたまたまやねんけど、カナダ来て、で、高校入学して、まだ友達ゼロ。で、なんか最初俺サッカーの授業を取ってたんよ。それでなんか一人、なんか日系カナダ人、だから、こっち育ちの、まあハーフの子がおって、日本とカナダの、おって、で、いきなりそいつが、なんかめっちゃ片言の日本語で、おい、お前日本人って言ってきて、で、あ、日本人です、みたいな感じで、そっからめっちゃ仲良くなった子がおって、その子が、もう日本語はちょっと片言やけど、まあ理解できる。お母さんとずっと日本語で喋ってるから。でもなんかもう英語はもうこっち住んでるから、もうペラペラ。で、友達がおったおかげで、もうなんか、その子みたいになんか、日本語でなんか、
英語でこれなんて言うみたいな。言ったらもう英語で教えてくれるみたいな。もう、なんやろ、もう一瞬でトランスレートしてくれるみたいな。Yeah. で、しかもなんか、こっちの携帯とかのトランスレートとかより、もっと、なんかちゃんと使うような言葉で言ってくれたり that's true. してくれるから、やっぱそれもめっちゃでかかったなって思う。なんかもうそこで、多分そいつがおらんかったら、多分英語の進み具合はちょっと遅かったかもしらん。でもそこでもうずっとなんか、めっちゃ仲良くしてくれて、Yeah. いろんなとこ連れてってくれてみたいな。Yeah. で、いろんな友達紹介してくれてみたいな。やっぱそこでやっぱサッカーで出会えたってのも一つやし、でもその子がもうずっと日系カナダ人やから、もう日本語で言っても英語で言っても返してくれるみたいな Yeah. 感じでもうなんか、何でも受けて止めてくれるやつやったから、すごい、俺はなんかそれで結構英語のレベル上がったかなって思う。